今日は SNS でもすごく話題だったこちらのピュアウォーターリップグロスの全色レビューをしていきたいと思います。私もものすごく大好きなリップになっていて、目代わり買うべきおすすめアイテムの紹介動画にも載せさせていただいてくらい本当に大好きなグロスになっているんですけど、全部色もすごく可愛いので、何色買おうかなって悩んでる方はよかったら最後まで見てくれると嬉しいです。それでは早速スタート。まずはこちらのグロスの形から紹介していきたいと思います。こんな感じでてっぺんに星みたいなのがついているんですけど、実はこれ花瓶をイメージされたものみたいで、上にはお花が刺さっているというデザインだそうです。すごく可愛いですよね。結構ここのところが丸みを帯びたシェイプになっているので、すごくグリップ感が良くて、持ってリップを塗るときにすごく持ちやすいなと思うようなデザインでした。ベイジークはやっぱりパッケージから結構乙女心をくすぐるようなパッケージのものがすごく多いので、私もすごく大好きなブランドになっています。カラーは全部で14色なんですけど、こちらがイエベの7色、こちらがブルベの7色の構成になっていて、可愛い色味のものが14色もあるので、すごく選び放題だなと思いました。カラバリがこんだけ豊富だと絶対好きなカラーは一つ見つかるんじゃないかと思います。色も一度塗りするのと3度塗りするのでは全然発色が違うので、好みに合わせて調節してあげるのもすごくいいポイントだなと思いました。それでは早速一色一色のカラーを見ていきましょう。01番コーラルジュース、薄めのカラーなのでベースとしてすごくぴったりなカラーだと思いました。コーラルピンクのカラーになっていて、上に重ねるにはどんな色でも相性が良さそうです。02番ベアポメロ、これも薄めのカラーなのでベースとしてぴったりなカラーになっています。さっきよりは少しオレンジがかった色味になっているのでサーモンピンクっぽい印象です。03番ハニーピーチ、2番とかなり近いかなと思ったんですけど、ほんの少しだけピンクが足された感じのピーチコーラルになっています。04番アップルバイト、私が一番大好きなエノピックのカラーになっています。一番パキッとしたカラーで赤みが最も強いカラーになっています。名前の通りみずみずしいアップルっぽい色味です。05番キャラメルドリズル、少しだけローズ味が足された大人っぽいカラーになっています。今までのカラーと違って一気にイエベ秋っぽい印象になりました。06番フェードローズ、このカラーもエノピックで私が大好きなカラーになっています。落ち着いているローズカラーで大人上品な印象になりました。07番ソフトフィグ、深みのあるカラーで少しグレー味が足されたモーブピンクになっています。イエベカラーなんですけど、ブルベの方でも挑戦しやすいカラーかなと思いました。08番クリーミーピンク、一時期とっても流行っていたうさぎ舌リップの色だと思います。イエベと比べて一気に青みを感じるカラーなんですけど、こちらも薄い色味になっているのでベースのカラーとして持ってくるのにぴったりです。09番ピンクレモネード、少し蛍光感のあるブライトピンクのカラーです。これもカラー自体は薄めのカラーになっているのでベースとして使っても可愛いですし、1本で仕上げてもすごく可愛いかなと思いました。10番メルティドベリー、9番のカラーとかなり近い感じがしました。もう少しだけ紫がかった感じになっていて、8、9番と比べて一気にブルベ寄りのカラーになってきた印象です。11番ミスティーローズ、青みがかかったローズカラーです。イエベの私でもかなり使いやすいブルベカラーかなと思いました。12番チリングペタル、11番とこれもかなり近い色味でしたね。私的には大きな差を感じられなかったんですけど、青みをもう一滴垂らしたような大人っぽいピンクになっています。13番モーブグレープ、一気に紫感が出てブルベ冬の方が使いやすそうな色になりました。塗った瞬間名前の通りブドウが思い浮かぶようなかなり落ち着いたモーブ系のカラーになっています。14番クーリッシュ、塗ってすぐワインを思い浮かべるくらい本当にワインみたいな色でした。深みのある色だからか大人っぽさが一気に出ました。はい、いかがだったでしょうか。14色あるんですけど、少し似ているカラーもあったかなと思います。なので、もともと持っているご自身の唇の色と合う色を選ぶのが素敵なカラーと出会えるコツかなと思いました。前から腕に塗ってみるとこんな感じの色合いなんですけど、個人的にイエベの2番、3番、ブルベの9番、10番、11番、12番がすごく唇に塗った時に色が近いかなと感じました。ちなみに今日私は4番のカラーを塗ってあげました。
どの色も本当に可愛いんですけど、私は結構唇にのせた時にパキッとした色が好きなので、この4番を使ってメイクしてあげることが多いかなと思います。テクスチャーとしては結構もったりとしたグロスのリップになっています。このグロスを塗る前にリップクリームとかを塗らなくても結構しっかり潤ってくれるので、私は個人的にこの単体だけで塗ってあげるのがおすすめかなと思いました。そしてもったりしているので、結構唇全体に均等に塗ってあげるのも簡単かなと思いました。ただメイクをしてから時間が経ってくると少し唇の下の方に下がってくる印象はあったかなと思います。なので外では何回かお直ししてあげる必要があるかなと思いました。グロスなんですけども、これも結構綺麗に発色してくれるんじゃないかなと思いました。ただグロスにはなっているので、そんなに持続力は高くないかなというイメージです。このリップを塗って出かけてもすごくしっとりしてるので、色ついてるのかなっていう気持ちになれるんですけど、塗ってから 2,3 時間経つと唇に発色している色が少し薄くなってきているかなという風に感じました。なので持続力的には本当にグロスの平均ぐらいなので、何回か外でもお直ししてあげる必要はあるかなと思いました。グロスなのでウエットティッシュなので拭き取ってあげると結構綺麗に色は取れるんですけど、何回も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 塗り重ねたりしてるとダークニングって言って唇の色素に色がちょっと残ってしまう現象が起きるかなと思いました。なので綺麗に塗ってあげるには綺麗にティッシュとかウエットティッシュでオフしてあげてから、ファンデーションなのでしっかり唇の色を抑えてあげてから重ね塗りしてあげるのがおすすめです。このリップは塗った瞬間縦じわがなくなってすごく唇が綺麗に見えるようなものになっているので、最近見つけたリップの中ではすごくお気に入りのものになっています。今回の全色レビューの動画が皆さんの参考になると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。アンニョン。